皆さんこんにちは。今日はジーユンの新しいジンバルクレーン 2S をご紹介したいと思います。私がやるんじゃないんですけどね。じゃん、こんにちは。どうもどうもゆるいな始まり今日はジーユンの新しいジンバルのクレーン 2S かをね、ちょっとテストしていきたいなというふうに思って今、公園に来ております。前のタイプのものよりもここにのね載せられるカメラの重量が、さらにね大きいものでも大丈夫っていうことで、今回は僕ポケットシネマカメラの 6K を持ってきて、これでねちょっと撮影してみようかなと。僕がね普段使ってるのはWeVille-S なんですけど、WeVille-S はどっちかっていうとねミラーレスカメラにね、特化したジンバルになっているのですごい小型軽量なんですけど、このねクレーン 2S は大型カメラも対応してるっていうことなので、ちょっとね全体の重さで言ったらね、今これでかいものが乗ってるっていうのもあるんですけど、結構ね正直ね重いっちゃ重いです。重量でいくと 1.88 キロ、約 1.9 キロぐらいあるのでね、正直、最近のジンバルからしてみると、軽いっていうものじゃないですね。これ別売りにはなるんですけど、グリップもね G 公式からちゃんと出てます。こういう感じで持ってもいいんですけど、こうやってねしっかりホールドしてあげることで、ちょっとねその重さみたいなものは軽減できるかなっていう、自分の体で支えながら、こんな感じで操作してみるみたいな。でこのハンドルの方なんですけど、こうやってねモニターもねつけられるので、今日はねちょっとあえてモニターを持ってきました。とりあえず今回はねこれでやってみようかなというふうに思います。耳がうるさいね。日本の夏って感じですね。皆さんの国はどうですか？まだ暑いですか？でも結構いろんな国から見てくれてるからね、南半球の人はもうど冬だよね。そうだね。オーストラリアの皆さんこんにちは日本は暑いですよめちゃくちゃ暑いからね、もう僕は夏が苦手なんで、夏自体楽しい、夏は好きなんですけど、僕はやっぱほらマレーシア育ちなんで、そうだそうだ。夏がそう好きなんだけどさ、暑いのは苦手だね。いや早くマレーシアに行きたいもんだから。じゃあしまった。ND フィルター持ってくるの忘れた一応はね撮ってみたんですけど、やっぱりねパワーが増したっていうことだけあって、すごいねこれだけ重いカメラが乗ってても安定性は結構バッチリかなというふうに思いました。僕これまでポケットシネマカメラっていろいろ僕結構ジンバルのね数は持ってるんですけど、載せられるのって本当なかったんですよ。1個もね対応してなくて、だからこれ初めてポケシネをジンバルに載せてね今回ちょっと撮影してるって感じなんですけど、ただこれさらに今見てもらったら分かるんですけどね、これポケットシネマカメラのケージにつけたまんまジンバルに乗っけてるんですよ。ポケシネ使ってる人ってやっぱねこの外付けの SSD とかこういうの使ってる人って結構多いと思うんですよね。なんで今ちょっとマイクとかはついてないんですけど、これマイクつけてもちゃんと大丈夫だし、そういったケージに乗っけたまんまここでね使えるっていうのはね、これはやっぱりこの G ユンの、クレーン 2S のパワーがだからこそできることかなというふうにはねすごい撮ってて思いました。であともうちょっとめちゃくちゃ暑いんですけど、今日すんごい天気いいんですよ。すごい天気いいんで後ろのモニターがね見えないんですよ、明るくて。やっぱ明るいとことかってその外部モニターとかをね結構使う人多いんじゃないかなって気がするんですけど、これもやっぱりこうやってねハンドルの上にこうやってちょっとつけられるので、僕ここからHDMI のアウトで、ここでモニターしつつ、モニターの方についてる、DC アウトで、これポケシネに給電してるんですよ。なんでこいつが僕のポケットシネマカメラのモニター兼バッテリーになってるんで、手持ちの時はこのリグというかケースにつけてるんですけど、ジンバルに乗せたとしてもグリップがあればちゃんとねつけて、撮影できるので、それもねすごい良かったかなっていうふうに思います。うわ、セミが鳴き始めたよはい、じゃあねちょっと続きはね家でやっていきますか。じゃあ家に帰ります。よし、
はい、もう帰ってきました。暑かったし重かったし疲れたわやっぱねポケットシネマカメラをこのジンバルに乗っけられる、しかもこのねケージつけたまんまっていうのはすごい楽かなっていう風に思った。ポケシネを使ってる場合はね、僕全てのシーンでこうジンバルに乗せる必要はないかなっていう風には思ったんですけど、ただこのハンドルあるじゃないですか、これ結構必須アイテムなんですよね、僕の中で。こうやって持つんで、これをつけるにはこのケージが必要なわけじゃないですか。でジンバルに乗せるたびにこれをここから出してこの SSD どうすんだみたいな、ちょっとねやっぱ頭を悩ませる必要がないので、これだけパワフルだともうこのケージそのまんま乗せられる。さすがにこのトップハンドルはつけっぱなしだとねちょっと邪魔になるかなっていうふうに思うので、これだけこうやって取ってあげて、ほんでそのまますぐにこうドンと乗せられるっていうのはね、やっぱこのクレーン 2S のこのパワーのね強みが本当出てるところかなっていうふうには思いました。ただこの90度直角のこれはねちょっと邪魔かなっていう正直気がしたので、今からですねこいつでちょっとね分解してみようかな。分解っていうかちょっと改造してみようかなと思います。このねネジをこんな感じで、葉っぱちょっとちゃんとね六角レンチついてました。これ使ってやらなきゃダメだなきっと。はい、できました。このモーターの位置をちょっとね、下げてみました。間にあったねこういった本当はねここについてたなんていうの、この金具をちょっと外してあげて短くすることができるので、誰にでもできるとは思うんだけど、ちょっとね思ったよりは時間がかかったっていう感じでした。このポケットシネマカメラはモニターの位置が完全固定されているので、はっきり言ってめちゃめちゃ干渉してねすごいモニターが見づらかったんですよ。ちょっとひと手間なんだけれども、こういった形で、ジンバル自体の方を調整してあげることも、できます。これだったらね問題ないので、はい。でこのクレーン 2S なんですけど、他のねジーユンのジンバルと同じようにそれぞれのこの、稼働する部分に、をロックするようなねスイッチがちゃんとついてます。バランスを取りたいところ以外はロックしといてあげるとバランスの調整がしやすいのと、あとはね持ち運ぶ時なんかはこんな感じでもうブラブラしないのでちゃんと安全に、持ち運ぶことができると思います。すごいね細かいところの使い勝手っていうのが非常によく考えられていて、これまでのジンバルによくあったのがカメラをここに載せるじゃないですか。載せて外そうと思った時にバランスを取ってたここを緩めて外さなきゃいけなかったりすることが結構多かったと思うんですよ。このクレーン 2S はそういった機構とはまた別にですね、はいこんな感じで、これ分かります？下のプレートごと取れちゃうんですよ。さらにこのプレートの下に別のプレートをつけられるっていう構造になってるので、このマンフロットの一脚にですねこのまんまよいしょガチャンつってもうこれでねこっちの方に乗るっていう、すごいこれ便利じゃないですかその一脚でこうやって取っててジンバルに乗せたいなと思ったら外してあげてガチャンとではめ込んであげると。ではめ込むとほらもうバランス取れてるんですよ。さっき取ったんでここのジンバルから外したりつけたり外したりつけたりしてもうバランス取らなくていいっていう、いろんな撮影スタイルにもすぐに切り替えられるっていうこのね便利さっていうのは本当現場ではね嬉しいかなというふうに思います。でもう一つこのプレート周りで面白いギミックがあるんですけど、今ここに載ってるのがねちょっと載せ替えて今、ソニーの α7 III を載せてるんですけど、これをですねさっきと違ってねこのプレートだけ引き抜いてあげて横側にこうやって刺してあげると、なんとねこうやってカメラを縦にして撮影することができるんですよ。僕も今までスマホ向けにね縦動画っていうのは作ったことがあるんですけど、だいたいこう横向きにしててこう左右を思いっきりクロップしてちょっと解像度的にすごいもったいないようなことをしてたんですけど、そもそもカメラを縦にした上でジンバルに乗せてあげることができるのであれば、最大解像度をそのまま保ったまんま動画を作ることができるので、なんか面白い動画が撮れるんじゃないかなって
っていう風にね、思うので、僕のねインスタグラムのアカウントは概要欄の方にあるのでね、そちらの方をぜひフォローしていただいて、ストーリーズをねチェックしてもらえれば、ちょっとこれで撮った動画をね上げて、おこうかななんていう風に思います。はい、じゃあ最後にこのクレーン 2S のいろいろこのコントロールスイッチのところを見ていきたいと思うんですけど、まずね電源ボタン兼レックボタンがあって、その左側にはですねモードスイッチがついてますと。このモードボタンを1回押してあげることで、ファンフォローモードとロックモード、これをね、切り替えることができます。さらにこれを2回クリック、ダブルクリックすると POV モードと、ボーテックスモードを切り替えてあげることができますと。前の方にこのクレーン 2S っていうロゴの下の部分にねちょっと見えにくいんですけど、ここにもねスイッチがついてますと。これを2回カチカチっと押してあげることで、デフォルトのポジションにカメラが戻ってきますと。で3回押してあげると、こんな感じでね、カメラが180度回って自撮りモードになります。でこのトリガースイッチっていうのを、押し続けることによって、完全なフォローモードになります。はい、でこのスイッチ類の隣には、ここにね、こうやってくるくる回すようなウィールがついてますと。抵抗がちょっとある感じなんですよ。すごく一定の速度で回しやすい、フォローフォーカスをねセットで買われる方なんかは使いやすいんじゃないかなというふうに思います。でさらにその下にはねメニューの、操作するコントロールスイッチがついてて、モーターのキャリブレートなんかはね結構使うんじゃないかなと。ちょっとねキャリブレート、してみようかなと思うんですけど、メニューに入ってですね、一番上のモーターっていうところを選択している状態で右に行きますと。そうすると今度オート、カスタム、レベルって出てくるので、このまま右のボタンを押してあげてオートに入りますと。そうするとオートチューンっていうのがこんな形で、自動的に始まってですね、でこれで終わりましたと。こうしてあげることでモーターのパワーっていうのが、今乗っけてるカメラの重さに合わせて最適化されているので、非常に滑らかでスムーズなねコントロールっていうのをすることができるようになります。はい、大体そんなところかな。で正直に言うと僕が普段使ってるようなこのソニーの α7 III とかね、こういうのを乗っけるにはね正直ねちょっとトゥーマッチかなっていう感じはするんですけど、大きくて重たいレンズを使っている方っていうのにはミラーレスカメラを使ってる場合でも WeBillS よりもこのクレーン 2S の方が安心かなっていう気はします。パナソニックのねS1H だったりだとか、ブラックマジックのポケットシネマカメラを使ってる人だったらもう間違いなく G 運のラインナップの中ではこのクレーン 2S が一番最適なんじゃないかなっていうふうに思います。ただ決してやっぱり軽いジンバルではないので、そこはちょっと覚悟した方がいいかなっていうところと、あと1点だけね僕がね気になったのは、ここのねグリップ結構太いんですよ。これ多分カーボンでできてるんですよ。すごい滑るんですよね。これだけの重さを支えるっていうことを考えると、こっちの三脚部分はもちろんちゃんとゴムなので、しっかりここをこうやって持ってね、撮影するといいんじゃないかなっていうふうに、思います。そしたら今日のこの G-Yun クレーン 2S のレビューは以上となります。また僕もね、ポケットシネマカメラをここに乗っけて、一本ね作品を、作ってみたいなというふうに思ってますので、またそちらの動画もねぜひ見ていただければなというふうに思います。じゃあ今日は以上になります。どうもありがとうございました。ピース。